自分がやる意味があると思えるかどうか。本当に仕事って一生懸命真面目にやっていればつながるんですよね。それってどういうことですかって。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業。これまでに300億円以上売り上げた経験から培った組織づくり、育成術などお話ししています。興味ある方、見ていただけると幸いです。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日のテーマがですね、納得しない社員を動かす方法ということで、どういった内容なのか、こちらの方で深掘っていただきますと幸いです。はい。納得しない社員を動かす方法と、ロジックで説明するだけじゃ人は動かないとか、どのように話して社員を巻き込むかについてみたいな話だと思うんですけど、別の動画で新人管理職の落とし穴というものですね。その中でね、人は正しさ、正論では動きませんと。信頼が戦略を動かすんですと、お話ししてやったんですけど、ここでは改めて納得しない社員を動かす方法ということについてお話ししていきます。はい、お願いします。これ私的にはそうですね、マネジメントにおける人の動かし方の本質とプロセスを理解、このようなテーマかなと思っています。人が動く3段階プロセスみたいに私は考えています。まずフェーズ1ですね。信頼の構築ですと。具体的に言うと感情とか関係性ですね。この人のためならやってもいいとか、この人にもなんとなくでもついていこうかなとか、そう思える関係性。上司と部下の信頼残高を貯める段階みたいな。信頼貯金みたいな。もうちょっと言うと信用貯金みたいな話ですかね。ここでのポイントっていうのは、共感、傾聴、承認、雑談、一体感とかそんな感じですかね。とにかくこの人の話なら聞いてみよう、みたいに思ってもらえるかどうか、この辺がスタートなのかなと思います。要は信頼残高、信用貯金みたいなのを貯めてきたら、フェーズ2ですね。論理の提示。キーワードとしては納得とか意義ですね。目的とか理由、背景、この辺を論理的に説明できる。加えて会社の目的、目標などをその個人のメリットを接続するみたいなことが大事です。あとは、この辺のフェーズになってくると、怖いから語る、なぜとか、それとか語るとか、相手役割の明確化ですかね。やらされてるではなく、自分がやる意味があると思えるかどうか、そんなところでしょうか。なるほど。で、これもクリアできてくると、フェーズ3、行動と継続ですね。これキーワードは結果とか実感ですね。やってみて初めて意味があったと体感したり、成果や成長、周囲からの承認、こういうのは自信になると。ポイントは、これがいわゆる小さな成功体験を作るとか、行動のフィードバックとか、そういうものかなと。要は行動し、結果が出て、実感することで納得が腹落ちし、よし、またやろう。もっと高いのやろうと。もっとできるようになりたいと。こう思えるんじゃないかなと。なるほど。人はやっぱりロジックで動くのではなくて、信頼、納得、実感、そういうステップで動き続けるんだと。信頼が土台にあって、納得は仕上げ、そして実感が継続のエネルギーになる。こんな構造ですかね。なので、とにかくフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3、これをずっとロールしていくわけですよ。ロールしていく。具体的、実践的にじゃあどうやっていくんだというのを少しお話しします。フェーズ1、信頼の構築、感情関係性と言いましたが、フェーズ1の目的は、この人の言うことなら聞いてみよう、やってみようと思ってもらう関係づくりですね。実践行動例としては、相手の話を否定せずに聞く。キーワードこれも傾聴とか共感ですね。で、小さな行動に対して承認とか感謝、認めるって感じですかね。認める。で、仕事以外の話、やはりもう雑談みたいな感じでいいんですけど、
趣味とか家族とか最近の出来事を意識して5分でもいいから話そうと。そのような雑談みたいな話含めて相手の価値観を知っていく。これはね、後の動機づけに活用するんですよ。ワントゥワンとか面談だったら問いから入る。何か聞きたいことあるって言ってもないわけですよ。だって信頼関係ないし、信頼関係作ってる段階だから、こっちからちゃんと解いていかないといけないですよね。なるほど。一方的にこうしようああしようじゃなくて問うってことですね。問いから入るんですね。信頼っていうのはちょっと言い方変えると期待の積み重ねと関心の証明みたいなんですよね。これも作っていくということで、フェーズ1、先ほど言った目的、この人に言うことならちょっと聞いてみようかなとかやってみようかなと思ってもらうことを達成しに行きます。で、そうなったら、動き出していきますよね。次のフェーズに入るわけですけど、ここから論理の提示、キーワード納得、意義づけ。フェーズ2の目的としては、自分のやっている仕事や行動が意味あることだと理解してもらうんですね。実践行動例としては、会社の目的とか目標を伝えるときになぜそれが必要なのかをちゃんと説明すると。だからホワイを説明するとですね。例えばあなたのこの仕事がどう会社に貢献しているか、こういったものを説明したり可視化したり、それを相手個人の成長やメリットに落とし込むこと。単純に言ったらね、これができるようになったら次の例えばステップ、もしかしたら昇進かもしれないし、昇給かもしれないし、見えてきますよとかね、こういった経験っていうのは将来のあなたにとってこの武器になりますよと、先ほども言ったんですけど、会社の目的とか目標、もっと言うとか仕事とこの個人のメリットをやっぱ接続するんですよね。接続する方。人間やっぱりこれをやったら自分のためになるっていうのが理解できるとめちゃめちゃ動くわけですよ。なるほど。で、本当に仕事って一生懸命真面目にやっていればつながるんですよね。それをちゃんと理解してもらうってことですよね。あと、チーム貢献とのつながりを語る。なんだろう、これ言い方変えると自分のエゴから、エコというか。エゴからエコへ。これ納得の定義でいくと、会社の目的とか目標と自分の目的とか目標、自分の接点が見えること。これがこう接続ですよね。自分、この仕事こうやって頑張ったら、こういうことが起こるんだとか、こういう風になるんだと。とにかく納得とか意義をちゃんと理解してもらう。それができてくると、本当にこう、結構動いていくようになるので、次はフェーズ3の継続と実感。キーワードは行動と成果ですよね。ここの目的としては実際にやっぱ行動して結果を持って手応えと価値をやっぱ感じてもらうんですよ。実践行動例としては、行動した直後にやったこと、変化、価値をできる限り言語化してフィードバック。例えばで言うと、一緒にいろいろやって考えて、こういうふうに、例えばじゃあ話してみようと。お客様にこうやって話してみようと。それを実践して、例えば結果が出たと。そしたらいいじゃないかと。ちゃんとやろうと決めた対応、トーク、お客様からすごく喜ばれてたよ。とか、ちゃんとやってるねと。めちゃめちゃ丁寧に聞こえるよと。いいじゃんと。こんな感じですよね。もしくは僕的に言うと、例えば日時で報告とかあった時に、例えば自分でもそういう気づきを書いてもらって、それに対してフィードバックするわけですよね。ちゃんと約束したことやってるんだ。いいねと。ちゃんとやったから、こうやって結果出たんだね。素晴らしい素晴らしいと。みたいな感じですよね。小さな成果でも、できる限りやっぱチームとかで共有称賛する。見える化が継続意欲になったりするわけですよね。あとは定期的にやっぱ振り返りの機会を作る。やったことの意味を本人から発信してもらうのも結構大事ですよね。なので、先ほど言った通り、例えば日時で報告だったら、ちゃんとそれを本人から書いてもらったり話してもらって、それをフィードバックする。本人が書くってことは、勝手にやっぱ振り返りになるんですよ。今日一日の振り返りみたいな。できたことできなかったことみたいな。それを本人考えさせるとか、そういうことを話してもらうとか、そういったことでやっぱり振り返りの機会を作ってちゃんとPDCA を回すようなイメージですかね。なるほど。ちゃんとそれ成果が出たら、本人の努力プラス
その会社の方向性を両面結びつけて褒める。要は、例えば会社の目的がうちだとね、お客様を喜ばせるんだということ。本人がしっかりと、例えばじゃあお客様に自社の価値をこうやって説明した、練習してこうやってちゃんと言おうということで、じゃあそれを例えば練習してちゃんと努力してそれを伝えた。そしたら受注できた。ってなったら、会社の方向性というかお客様を喜ばせるっていうのは本質こういうことだよと。それをちゃんと体現してくれるのはあなたたちメンバーですと。あなたがちゃんとそれをやろうと思って努力行動した結果がこの受注だよねと。素晴らしいと。こんな感じですかね。なるほど。実感っていうのは言語化された成果と感情の共有、こういったもので定着すると言えばいいですかね。そんな感じで具体的にこれをロールしていくと。これレベルが上がっていくだけですね。フェーズ1やって、フェーズ2やって、フェーズ3やって、ちょっと階段上がって、次のフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3、また階段上がって、フェーズ1、フェーズ2、フェーズ3みたいな。どんどん大きく高くなっていく。これをとにかく繰り返すことですよね。こういったことちゃんとやれれば、そもそも納得しない社員をとかって言ってる言語はなくなりますよね。なるほど。確かに。今おっしゃってた3段階プロセスの中で、どこのフェーズがみんなこう、ないがしろにしがちというか。いや、もう基本はやっぱ1からないがしろにしますよね。だからこれが昭和って言ってしまわれる根源だと思いますし、気をつけなきゃいけないんですけど、仕事なんだからやれよ。みたいな。こういう表現をね、僕も少なからず使うことはゼロじゃないですよ。ゼロじゃないですけど、でもそこが本題じゃなくて、例えばフェーズ1の信頼の構築の中とか、論理の提示の中で目的を達成するために、いや仕事なんだからまずやろうよ、なぜならば、みたいな感じで説明することはありますけど、フェーズ1、信頼の構築とか考えずに、いやそんなんやってる暇ないからと。とにかく商談だからやれよ。これになってる人とかたまにいますよね。確かにな。で、うちのパターンで言うと、こんな感じで教えてるので、割とフェーズ1は頑張れる人が多いですね。新任の支店長とかと。だけど、このフェーズ2が結構難しい人も多い。管理職あるあるでいくと、プレイヤーとして成果を出したから、はい、管理職ですってパターンも多いわけですよね。そうなってくると、割とパーソナルの、熱量があったりとかして、いいやつだし、感情とか関係性は動くことってあるんですよ。しかしながら、言い方変えると、勢いで俗人的に結果出してきたから、それを他者に納得させるとかっていう論理の提示ができない人もいますよね。確かにそう。とりあえず頑張ろうぜ。やってたらいいことあるから。いや、そうなんだけど、それで動くのはフェーズ1だと。フェーズ2に入るときは、レベルを上がっていくと、ある程度論理的に説明ができないといけない。例えば、会社の目的目標と個人のメリットを接続するっていったワードにおいても、とにかくお前頑張ってれば、会社の目的に向かってね、頑張ってれば、あなたにもきっといいことあるから。俺はいいことあったし、みたいな。それってどういうことですかって。最終的には 100% 理解すること難しいかもしれないけど、納得感を持たせることと、意義を感じてもらうことを理解してもらうことはやらなきゃいけないわけですよね。フェーズに論理の提示でつまずく人も多いですよね。で、あとフェーズ3で行く場合だと、よし、俺は信頼の構築もした、論理の提示もした、行動と継続してくれてる、だけどここのフィードバックをなくす人もいいですね。要はフェーズ1、フェーズ2をクリアしていくと、フェーズ1をクリアするとまず動き出すわけですよね。ネガティブ要素ちょっと消えるわけですよ。フェーズ2に入ってそれがうまくできると納得もするし、意義も理解したからまあさらに頑張る、自走していくわけですね。だけどこのフィードバック、結果とか実感っていう時にちょっとつまずく人は割と動き出してもう満足しちゃってる感じ。なるほど。で怠るみたいな。そうすると自走してるからうまくいけばフェーズ3の時に、自ら、こういうことに気づく、理解できる、
要は成果がすごく出た時はこう走りやすいですね。フェーズ1、フェーズ2しっかりやって、実装しだして、成果が出てくると勝手に自分でその意味があったとか、自信になったりとか、もう一回走っていく自分で勝手にこう乗り越えちゃうっていう。フェーズ3をこうポンと、また次のロールに入っていくっていうことも多いんですけど、これ、成果がちょっといまいちだった時とか、出ない時には、やっぱりさっき言ったその小さな成功体験とか行動のフィードバックが重要なんですよ。なるほど。結果のフィードバックじゃないんですよ。行動のフィードバック、最初のレベルの段階でいくとやっぱ行動のフィードバックが必要で、プロセスの中で、例えばですけど、結果としては100件受注するみたいなことがあったとして、これを出せた人はそのフェーズ1、フェーズ2をクリアして実装しだして100件受注をクリアした人はもう自分の自信ですよね。勝手な成功体験ですよね。確かに。結果のフィードバックですごいじゃんってなるじゃないですか。だけど、そのフェーズ1、フェーズ2理解して実装しだしたんだけど、いまいちそう結果としては70件、80件だと。としたときに、やっぱりここでそのまま実装で伸びないんですよ。なるほど。伸びたとしても、すごいこう、なんだろうな、こう、知的な念が強い人ぐらいで、やっぱり結果出ないと、みんなやっぱりフェーズ1で築き上げてきたものが疑心になるんですよ。疑心になる。だから、いやと。確かに結果は7、80件で100件の目標に達成できなかった。だけれども、例えば去年50件だったじゃんと。先月50件だったじゃんと。でもプラス2、30できたってことだよねと。これはあなたの努力の結果じゃんとか。でもあなたその100件やるためにこんなプロセス行動してみたじゃん。それはあなたにとってできたことだから、ね、前進したことだし、ね、ちゃんとあなたがやってたの見てますよと。そういう小さな成功体験。だから結果の成功体験だけじゃなくて、プロセスの成功体験とかも、その結果を出すためのプロセスの中でやっていくみたいな感じですかね。なるほど。最後にちょっとまとめると、人は理屈で動くんではなくて、感情で動いて納得で継続するんだと。信頼のない論理は響かないし、実感のない納得は続かないですよと。肝に銘じて部下と関与すると、動かすということをやっていってもらえれば、必ず結果が出ると思います。ありがとうございます。実践行動例とかもすごくためになりました。今回は以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも気づき、学びがあった方がいらっしゃったら嬉しい限りです。ありがとうございました。